んこんにちは、山上アリシアです。今日は久しぶりにメイク動画をやっていきたいと思います。でちょっとね、気分転換にカラコンを入れてみました。ポプレンズのロシアンベルベット、多分グレーだったかな。これだけでもね、可愛いんですけど、ちょっと最近私がハマってるお出かけメイクをしていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。ヌバイオンリーミネラルトゥルーベースです。1番のルミナスです。ヘアメイクの長井香織さんとコラボの商品です。こういう感じで。私最近だけじゃないんですけど、K-POP にハマってたりとかして、最近すごくよく見てるので、ちょっとね、メイクにもそれが出てきちゃってて。ね、これを塗るだけでも結構トーンアップします。そしたらファンデーション。キルカバークリオですね。SPF50 で PA++++。未だにそれどうやって言えばいいのかわかんない。4プラス。で前回のそのアイハーブの購入品の時でも結構メイクのことだったり肌のことを褒めていただいたんですけど、ちょっとスキンケアを変えたっていうのもあるんですけど、その時につけてたファンデーションがこれです。これもビューティーブレンダーで。なんかすごい久しぶりな気がする。メイク動画を撮るの。実はこの間くーちゃんがですね、家出をしまして網戸を破って出てったの。やばくない？その猫ちゃんが来た時に夜だったんだけど、すごい真っ黒な猫ちゃんだったし、多分目がキラーンとしてか見えてなかったのと、ほんとね、前のマンションとかも結構上の方だったので、それですごいびっくりしちゃってパニックモードになっちゃって、落ち着かせようと思って近寄ると、もうめっちゃもうグワーって凶暴になっちゃうぐらい、もうめっちゃパニックになってて、これ話の間であれなんだけど、ナーズのコンシーラーを目の下に使っていきます。でいろいろ調べたり相談したら、そのパニックになってる時はもう本当にその飼い主とかも忘れちゃうらしいの。一人にさせてあげて一旦落ち着かせてあげるといいよっていうの書いてあったりしたので、それをしてたの。その前日は一番そのパニックが長かったの。1,2 時間ぐらいもう近くに行けないぐらい。次はイニスフリーのノーセバムミネラルパウダーで押さえていきます。朝すごい静かだったから、一旦落ち着いて疲れて寝てるんだろうなって思って寝室から出てきたらどこにもいないの。パッて見上げた時に窓があったんだけど、網戸がベローンってなってたの。もうその時私心臓が止まったっていうか、そこから一日中探してチラシとかも作って、初めての外だったのね、くーちゃん。で次はちょっとハイライターをなじませていきます。これはヘラのハイライターです。で初めて出る外が 1,2 ヶ月引っ越してきたところっていうね、もう私もパニック状態ですよ、この時点で。ここら辺の近所の皆さんがすっごい優しくて、もう朝から夜までずっと探してくれて、でも全然いなくて見つけられなくて、窓だけ開けてちょっといつでもくーちゃんが帰ってこれるようにしとこうと思って一旦帰ったんだけど、その3時か4時ぐらいにくーちゃんが雨戸のところでこうやって待ってるのみたいな。だってもう私その時点でさ、くーちゃんも帰ってこないかもしれないとか思ってたからさ、すっごいびっくりして、でさって入れてあげたら、もうさってすごい警戒心はあったんだけど、普通に部屋の中戻ってきてくれて、でね、今はだいぶ落ち着いていつも通りのくーちゃんにはなってるんだけど、もう今考えるだけでも本当に心臓がバクバクするし汗かいてくる次はちょっとね、シェーディングをしていきます。Physicians Formula のムルムルバターブロンザーです。そうなの。でもね、くーちゃん帰ってきた時ね、すっごい綺麗だったの。だからあんまり全然遠くは行ってないと思うの。すごい臆病だしだからそれも無事に帰ってきてくれてよかったんだけど、チークも入れちゃおうかな。エクセルのオーラティックブラシのピーチ&ピーチです。可愛いんだよね、使いやすいし。これもちょっとだけ
んわりと、もうほんと触ってるのか触ってないのかぐらいのストロークで目をやっていきたいと思います。私リップ最初にプレップするの忘れた。高原堂のトリートメントリップジェルを塗ってきます。これねめちゃくちゃいいの。メイクを始める前にこれを塗ってる。スキンケアの後に眉毛をやっていきます。眉毛は結構まっすぐめに描いていきたいと思います。次はデジャビュのアイブロウカラーを使っていきます。これを一回ティッシュオフしてから塗っていきます。これは初登場なんじゃないかな。エトボスのミネラルクラッシーシャドウです。コットンピーチです。かわいいよね。でこの色を使っていきます。アイホール全体的に下の方にも塗っていきます。デイジークのシャドウパレット7番ミルクラテを使っていきます。ブレンドしやすいものしかないので超おすすめ。こっちの色を取ってこういうふさふさの筆でちょっと暗めなブラウンで後ろに入れていきます。このキラキラが超綺麗なの。目頭のところから半分ぐらいまで塗っていきます。ほら見て、綺麗。キラキラにでアイラインをちょっとだけ引いていきます。目頭から黒目のところまで。これするだけでもね結構パキッとなるんですよね。でリキッドラインは D アップのブラックブラウンかな。でちょっと垂れ目で長めにデイジークのこっちのダーカーブラウンで涙袋のところにビセのクレヨンアイカラーを使っていきます。ピンクのキラキラって感じかな。ピンクベージュ。こういう感じで涙袋がぷっくり。そしたら下地ベースエトセのラッシュバージョンアップで下地だけでも結構ねパキッとなるんですけど、ヒロインメイクのロングアンダーカラーマスカラをティッシュオフしてからつけていきたいと思います。まつげ美容液前回の Vlog で紹介してるやつがすごすぎてもう私2本目買っちゃいました。目は完成です。ちょっとね強めです。もうウィングライナーしかしてないので上は意外とシンプルで、多分これを全体的に引いちゃうともっと濃くなるので、なんだろう、今だったらアメリカとかカナダで流行ってる感じのちょっと強めメイクになるかと思うんですけど、The Balm Cosmetics のやつでほんとシンプルなシャンパンカラーのハイライターです。鼻のところをね割とまっすぐめに、ここもね細長く入れていきます。で今日リップは一旦ファンデーションをつけたビューティーブレンダーで色をちょっとだけ消します。ロムアンドのゼロベルベットティント16番バーニーヌード、割と中心目につけていきます。で指でぼかします。でこれもベルベットな感じですごく可愛いんですけど、今日はちょっとグロスの気分なのでもう使いすぎちゃって見せるのも恥ずかしいクラランスのリップコンフォートオイルです。これを塗ることでね一気に夏っぽい感じのリップになります。はい、っていう感じで完成です。はい、っていう感じで私の最近のお出かけメイクでした。いかがでしたでしょうか。韓国コスメも多めだったんですけど、このデイジークのキラキラがほんと可愛くて、このビセの涙袋に入れたキラキラも私すっごい気に入ってて、そして今回はカラコンも入れてるんですけど、カラコンをすると結構派手な印象になるかもしれないんですけど、カラコンがない状態でも結構可愛いメイクになっていると思うので、皆さんもぜひ試してみてください。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。